どうも PDR さんです。天才不登校革命家10歳 YouTuber ユタボンがまたテレビに出ました。最近2つの番組に取り上げられました。まずはスッキリ。正直これは見る価値ないですね。なんで？いつもと一緒だから。いつもと一緒？ユタボンが学校行かなくなった理由を話す。ユタボンにインタビューをして、ユタボンはいつもと同じことを言う。わー、ロボットじゃないね。お父さんは意味のわからないことを言って、お母さんは泣く。そして、わー、こんな芸能人がユタボンを応援してる。こんな芸能人がユタボンを批判してる。ユタボンの動画は賛否両論。賛否両論。そのことについて賛成と反対の両方の意見があること。特に賛成論と反対論とで優劣のつかない状態について言う。高評価率 7%、8%、8%、8%、13%、10%。これ賛否両論じゃなくね？もし映画の評論サイトである映画が 8% だったら、わあこれ賛否両論だって言わないでしょ？大半の人はこの映画は面白くないと思ってるって言うだろ？相棒、話それすぎ。はい、で、スッキリは他の番組と一緒で全く突っ込んだ質問をしませんね。皆さんが聞きたいことを、ユタボンは家でどんな勉強をしてるのか、他の兄弟は学校に行ってるのか、ユタボンはパパのロボットなのか、などなど。でも、一つだけ面白かったのが、他の10歳の子供に街頭インタビューをする。学校ちゃんと行った方がいいと。学校は楽しいから、なんか YouTuber をやってる方がなんかちょっとなんかつまんない。はい、今日見ていくのは沖縄の多分ローカルニュース番組ですね。公式ウェブサイトでフルで見れますので、下にリンク貼っておきます。このニュース番組他と一緒でなんかユタボンが学校行かなくなった理由の話とかありますけど、その他にユタボンパパがめっちゃ推してた5月25日の講演会の様子と、その講演会に参加した不登校の息子を持つお母さんの話もあります。もうすでに嫌な予感がする。気のせいかもしれないですけど、このニュース番組はヘズマリュウが出した動画に対するアンサーに見えますね。どういうこと？知らない人たちのために説明しますと、ヘズマリュウという YouTuber がユタボンを取り上げた琉球新報に電話して、その記事を書いた人からいろいろ聞き出すことができたんですよ。で、今回のニュース番組はこちらのユタボンの動画に関して同じ不登校児からの反響、コメントは一切なしに対するアンサーなんじゃないのかと勝手に思ってます。考えすぎじゃね？講演会が始まる前に参加者インタビューがあるんですけど、話を聞いてみないとそれに対して賛成だったり反対だったりっていうのは絶対できないと思ったので、ちょっと興味本位で来てみました。これ面白いじゃないですか。講演会が終わった後のこの人の感想をみんな聞きたいよね。残念ながらそれはありません。ちょっとネガティブなこと言ったからカットされたんじゃね？肝心の講演会は見ての通り大盛況ですね。わあ、さすが革命家。講演会の内容は見た感じ、動画と同じことを言ってるみたいですね。それで4000円とんの？俺は今10歳で学校に行きたい時だけ行く自由登校です。不登校ブランド捨てたのか？俺なんて日本中の人たちから石をバンバンインターネットで投げられてんねんで。でも俺はそんなん気にしへん。漢字が読めたら気にするんじゃね？こちらのお母さんの息子は3人兄弟の末っ子なんですけど、彼は2年生になってから担任の教師とうまく信頼関係を築けず不登校になったみたいです。なんか不登校の理由もうちょっとあるような気もしますが、テレビ番組ではそれしか言ってないですね。いい大学に行けなくなると言われたりする中、学校に行かないという決断を後押ししたのがユタボンの親子講演会でした。こんな機能不全家族の言うことを聞いて自分の息子の将来決めんなよ。Fuck me。あとお母さんなんかお子さんの不登校を正当化しようとしてるように見えますけど、別にそんなことしなくていいから。不登校は別に悪いことじゃないですからね。強い子だなとは思いました。嫌なことから逃げてる人って強いの？自分のしっかり意思を持って。ちょっと調べればこれ全部お父さんの受け売りだってわかるから。自分らしい生き方をしてるっていうのはすごいかっこいいなって思う。
嫌なことから逃げて勉強しないで家で遊んだり YouTube に投稿するのってかっこいいか？私も悔いの残らないように子育て頑張りたいなと思いました。お母さん頑張ってください。まあとりあえずユタボンに救われた人、じゃあこの動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よかったらベルボタン1回クリックして PDR さんの動画の通知たまりましょう。PDR サックス T シャツ新しいの出ました。11日まで1000円オフで買えるので興味ある人は下のリンクから飛んでってください。あと皆さんはこれについてどう思いますか？ぜひ意見をお聞かせください。あと昨日の動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてください。では